単純にだからその一人一人がはい。残った方が得かやめた方が得かって表彰者がやめていく説あるよね。自分にとってやめた方が得なのか、うん居続けた方が得なのか。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立ちそうな内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もお願いします。最近僕の会社結構離職率が高くてですね、その中でも優秀な人材がぞろぞろ辞めていく傾向があるんですよ。その一方で一部の社員は残り続けてるんですけど、なんかこう残る社員っていうのはなんか特別な価値観とか動機があるのかなと、なんで残り続けてるんだろうみたいな素朴な疑問がありまして、離職が高い会社ではこういう現象って結構問題視されてると思うんですけど、その辺も社長の見解をちょっと伺いできればなと思ってますがそんな難しく考えてないですけどね。単純にだからその一人一人がはい。残った方が得かやめた方が得かってその都度考えてるだけの話だと僕は解釈してる。ああ、それぐらいシンプルですかね。だってそうじゃないですか。自分にとってその得なのはどっちみたいな総合的判断ですよね。はい。例えばお金だけを見てる人であれば、じゃあ辞めてこっちやった方が稼げるから辞めます。うん。シンプルじゃないですか。はい。例えば成長機会最も求められてますよとかって言いますけど、本当に成長機会が最も欲しいと思ってれば、うちの会社に残るのか、今話が来てる B の会社に移った方が成長機会があると思ったら、その手間を惜しんででも転職した方が得だと思ってるから転職するだけで、別になんか自分にとっての損得考えてるだけだから、残った方が得か転職した方が得か、辞めて起業した方が得かみたいな、損かみたいな。ただそれだけの話ですよね、別に。そうですか。そんなじゃあなんか深い意味とか、なんか特別な価値観とかがあるわけではないですかね。と思います。じゃあ優秀な人材が他にこうどんどん流れていって離職が続いていく中で、仮に森社長がじゃあ残った社員に対してどういったなんかこう態度っていうんですかね、示していきますか？なんかそれ業種にもよると思うんですけど、はい。究極は別に誰がやってもある程度稼げるビジネスモデルを作れば別に関係ないですよね。だから僕が会社として思ってるのは、例えばじゃあ自分たちがマックス求める能力が10だとして、人の能力が10段階だと仮にするじゃないですか。僕がやっぱずっと追い求めてるのは、6ぐらいの人、もしくは人が6ぐらいまでできるようになったら、ちゃんとこう事業が回る仕組みを作りたいと思ってるんですね。なるほど。でそれであれば別に困ることないわけですよ。中には絶対に日八の法則とか262とかありますけど、必ずそれ以上成果出すやつ現れるんで、考え方一つとしてはみんなが6以上の能力を持ったら会社としては別に回るわけですよね。業績出せると。中には絶対にね、8とか10とか成果を出す人がいて、だから別にうまく回るんですよね。6まではやっぱりやるべきことをやるとか、通常の仕事をしっかりやることを求めますけど、それ以上ある程度個性があってもフレキシブルでもいいと思ってるんで、そんなに厳しくそこ以上はしないですし、そもそもできる人が辞めて困ってできない人が残って困ってるんですよねって言いたい気持ちもわかりますし、実際にそういうこともないわけではないですけど、根本的なその課題は俗人化してるってことじゃないですか。だから別にちゃんと仕組み化できていれば、世間一般的に言われてる IQ が高いような優秀な人が来なくても、回る事業運営の仕組みを作っておけば、別にって話であって、もちろん優秀な人に辞められたら困るし、いてもらった方がいいんですけど、だから逆に言うと、じゃあ仮に世間一般的には能力が低くてって見られるような人で、うちで別に残ってたとしても、そこで少なからずともその回ってるんだったら、別にお荷物でも何でもなければ、何の問題もないですよね。なるほど。優秀イコール変化や成長を求める社員さんっていうふうに仮定したときに、競争がなくなったりとか、組織全体が停滞したりとか、組織の成長自体がこう鈍化するリスクっていうのはないのかなとも思うんですけど。なんかでもそれちょっと違和感があって、それこそスポーツとかに例えてみたとしても、いずれ年齢で衰えて、一流プレイヤーだったとしても引退せざるを得ないし、元の成果出せないんだから、じゅんぐり回っていくわけですよね。なるほど。だから別に、なんだろうな、ある意味、
人は成長する生き物だから、はい、どんどん入れ替わっていくのも、ある意味自然体なんだと思うんですよ。だってそれこそ競争が大事だと僕も思いますよ。はい、でも大体じゃあ優秀な人が辞めていく論理の一つをちょっと違う見方したとしたら、例えば社内でランキングがありました。はい、社内でトップ取りました。もうここに敵はいないと思って、もっとレベル高い会社に行きたい。もっとレベル高いことしたいって、そういう論理からすると当たり前なんじゃないですか。例えばサッカーで言ったら、高校サッカー選手権で優勝して得点を取ったと。はい、プロ行くんだと。J2 からだったけど J2 で得点王になってチームを J1 昇格した。J1 のチームから声かかったから、今度 J1 で得点を取りたいから移籍する。今度 J1 で得点を取りました。はい、やるべきことやった。トップ清めた。じゃあもっと高いレベルに行きたいから欧州のリーグに挑戦しに行く、強いチームに行くの。これ普通じゃないですか。はい、だから会社もそういうこと起こりますよね。だから優秀な人ほど辞めていくと、それはそうですよって話なんですよ。うちもだ思います。みんなベンチャーとか友達も言うのは、表彰者が辞めていく説あるよね。それはそうだよね。だって優秀な成績残して、それも成長を志して、要は競争意識があるからとか、もっと成長したいからっていう意識で、人に負けたくない、勝ちたいみたいな意識でやって、ランキングとしてトップを取ります。だから表彰されます。そういうもともと思考を持ってるわけだから、じゃあもっと強い会社とか、もっとハードル高いのにチャレンジしたいと思うのは当たり前なんじゃないですか。それはなんか別に否定することでもなくて、しょうがなくないみたいな。もちろん嫌ですよ。本当は残ってほしいですよね。でもある時から考えたのは、これでもそういう差がだからしょうがないよね。なるほど。むしろそれにしがみついて、若手の育成とか機会を与えられてあげられないことの方が長期時間軸で考えると痛いわけですよ。さっき言ったように多分年齢で、じゃあ例えば仮にですよ、引っ越し会社でスタッフとしてめちゃめちゃ優秀だった25歳。この人が本当に何とでもしがみついて引っ張って、じゃあ10年間いましたと。35歳になってとか、もっと言ったら40歳になって同じパフォーマンス発揮できましたっつったら、身体的な衰えがあるからできないわけですよ。でもこの人がもう40になった時には、逆に今から売り手市場厳しいかもしれないですよ。年齢が来てると。だとすると他の会社は高い年俸を示して取りに来ないと。だって現場はもう衰え始めてるからと。こういう話だとしたら、この人はもうだって今辞めてもしょうがない。要は今まで積み重ねてきたアップルとしての実績、キャリアとかっていうものを捨てて、このタイミングで他に転職することが自分にとって損か得かみたいな。さっきの話でそうなるわけですよ。でもこれがいることによって、もしかしたらですよ、この人がずっと居続けちゃったから、この人がいたからこそ逆に新しい活躍の根が苛まれてきたこともあるかもしれないですよ。だとしたらこの時点でおーってなりますよね。だったらもっと早く育ってきゃよかったみたいな。だからある意味新陳代謝されるのはしょうがなくて、優秀な人が会社を辞めていくことも自然発生的な流れだと思うんですよ。なるほどですね。だから会社として何をするべきかって言ったら、仕組み作りをするっていうことと、長期軸で考えたら当然そうなるじゃないですか。違う話にまた戻りますけど、サッカーとか野球とかも同じこと考えますよ。選手として衰えが来るからと。会社でも同じだと思うんですよ。ずーっと働き続けてきたら、ちょっとマンネリする人も出るし、どんだけ過去に成果を出してたとしても、いろんなフェーズの中で成果を出せなくなる時もありますし、その辺っていうのは能力と多分実績がごっちゃごちゃになっちゃったりするんで。なるほど。だからもう、とにかくある程度変わることは自然発生、ナチュラルなことだから、それを受け入れて、じゃあ会社としてどうしたらいいんだろうねっていうことを別に考えればいいわけだと思うんですけどね。なるほど。となると、その優秀な人材を引き止めるとか、優秀な人材が出ていくことに対して、ちょっとそういう出ていかせないような仕組みを作るみたいな考えではなくて。そうですね。だからそこに時間軸がかかってくると思うんで、1年でものすごい成果を出して、1年で辞めちゃいました。これ結構最悪なんですよ。ぶっちゃけ入って、すげえ能力が高いなと思ったけど、1ヶ月で辞めてくれた方がまだマシですよね。確かに、そうですね。別に諦めもつくし、そもそもいなかったし。中途半端に1年とかですごい結果出して、すごい影響力与えて辞められちゃう方が嫌なんで、それが3年とか5年とかのスパンで言ったら、しょうがないかなと。優秀な人がもし来たとしたら、ある意味すぐ辞めさせない。そして逆に言うと働かせすぎないみたいな。別に辞めてほしいわけじゃないんですよ。辞めてほしいわけじゃないんですけど、次のスターが出てくるようなとか、
次の若い人たちが育ってくるような仕組みをよっぽど考えた方がいいと思うんですよね。なるほど。なので、結論としては優秀な人がもしいたとしたら、あまりにもそう中途半端に辞めさせないようにどうするかだけで、そこじゃナンバーワン取ってから辞めてくれよみたいな。で、僕的には辞めるんだったらポジティブに取りたいんで、なんかそういうこともうまく座組みしていくっていう感じだと思うんですよね。なんでこういう考え方になったかっていうと、やっぱ辞めるんですよ。でもさっきの考え方を、なんでこの人辞めるんだろうと自分その人の気持ちになってたり考えた時に、自分もプレイヤーの時どうだったかなとかって考え直したりとか、スポーツの仕組みだったりとか会社の仕組みとかいろんな会社を見てたりすると、これしょうがないねと。だってこういうことだよね。先ほど言ったように理解したんで、そこに固執するよりも会社として仕組みを作る方に固執した方がいいなと思って。なるほど。注意しなきゃいけないのはさっき言った通り、あまりにも1年とかで辞めちゃうことだけはなるべくないようにする。けれども、そこに固執し続けることはないですね、今ね。なるほど。あと一つはもうシンプルに最初に言いましたけど、シンプルに人が辞めるか辞めないかは自分にとって辞めた方が得なのか、居続けた方が得なのか、この判断だけでしょと。得るものを失うものがそれぞれあって、辞めた方がそれは大きいと思ったら辞めるだけの話だし、だとしたら会社としての心構えとしては、居続けた方が得だって思わせればいいだけでしょ。そうですね。確かに。そうするために何をしていくかっていう話なんで、大きく言うと一つは、辞めることにとってはその人の損得、辞めた方が得か、外に出た方が得かだけの話なんで、会社としては居続けた方が得だという仕組みというか、そういう設計をしていくっていうことを心がけるってことが一つと、優秀な人ほどやっぱナチュラルにある程度辞めるのが世の中の仕組みなんで、だから人に頼らずに、仕組みでビジネスモデルとしてはある程度成り立つようにして、もし優秀な人が来たらさらに成果を出せるということを踏まえて仕組み作りしていくっていうのが最適解なんじゃないかなと僕は思うんですよ。賢い人がいないと困る職場もいっぱいあるとは思いますけど、優秀な人を辞めさせないようにみたいな思考だけだと時間軸が短期すぎるし、視点がちょっと低すぎる、狭すぎるなと思うので、そうですね。ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントは常に見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをよろしくお願いいたします。